日本史、やはり吉村が黒幕か。源実朝暗殺事件は、公暁の単独犯説や北条義時の黒幕説などが現在でも様々に語られているが、実際は謎のままである。ところが、事件当時の資料を丹念に調べていくと、やはり三浦義村が黒幕として浮かび上がってくるのを禁じ得ないのである。そこで再度、源実朝暗殺事件と三浦義村の接点を詳しく見ていこう。北条義時が執権になると、鎌倉の有力御家人と言われる武士たちは、三浦氏を除いてほとんどが滅ぼされている。和田一族が滅亡するのを横目に、三浦義村は義時のいとこで幼なじみということもあり、表面的には三浦氏と北条氏は良好な関係を続けた。しかし義村には忸怩たる思いがあったに違いない。1213年建保元年12月、北条義時と伊賀の方の9歳になった子政村が元服すると、義村は烏帽子親になってさらに北条氏と三浦氏の関係は深まっている。また将軍源実朝は和田義盛の追善供養を三浦義村に命じて三浦半島の海で何度も行っている。義村は行楽のために三浦半島を訪れた実朝を接待するなど、将軍とも良好な関係を続けている。ところが北条政子が跡継ぎのいない実朝の意向を受けて秘密裏に上洛し、後鳥羽上皇の皇子が次期将軍に内定する。この次期将軍の決定に、三浦義村が乳母を務めていた頼家の維持、公暁が動揺しだしたことで、三浦氏と北条氏、将軍家の関係がきしみ始めるのである。ところで、三浦義村は四男駒若丸、後の三浦光村を鶴岡八幡宮の別当である公暁に仕えさせていた。そのため義村は鶴岡八幡宮の内情にも詳しく、また公暁と頻繁に連絡を取り合える環境にあったのである。義村が実朝暗殺事件に直接的に関与したという証拠は発見されていない。ところが事件後に公暁に力を貸したとされる8人の僧侶が取り調べを受けたという資料が鶴岡八幡宮に残されている。そして取り調べを受けた僧侶8人のうち、なんと5人が平家出身者なのである。源氏将軍が断絶したとされる実朝暗殺事件に5人もの平家出身の僧侶が関与していたのである。暗殺事件に平家出身の僧侶が8人のうちの5人も関わっていたことを偶然だと見過ごすわけにはいかない。平家出身者であれば当然僧侶であっても、源氏将軍の暗殺に積極的に手を貸したことが考えられる。公暁が実朝暗殺計画を義村に打ち明けたとき、用心深い義村なら三浦氏の関係者ではなく、駒若丸を通じて平家出身者の僧侶を暗殺の助太刀に集めたに違いない。作家の永井美智子氏は直木賞受賞作の円環で三浦義村の黒幕説を次のように展開している。乳母の三浦義村は公暁に父親頼家の敵は源実朝と北条義時であると吹き込んで洗脳する。そして実朝と義時を暗殺すれば公暁を三浦氏が支えて将軍にすることを約束する。
しかし、鶴岡八幡宮での右大臣拝賀の儀式で興行は、実朝は討ち取ったが、源仲章と間違えて、義時を取り逃がしてしまう。そのため、吉村はクーデターを断念して、義時に興行の居場所を教え、口封じに興行を抹殺したという筋書きである。そして私も、現実は長井氏の小説に近いのではないかと思っている。ただし、小説では触れられていない興行の共犯者の僧侶たちが、平家出身者で、三浦義村によって用意された完全犯罪だと考える一人である。三浦義村は源頼朝亡き後、北条氏が次から次へと関東の有力御家人たちを倒していくのを苦々しい思いで見つめていたに違いない。義村は三浦氏が生き残るために北条氏に従いながら、じっと耐えながら倒すチャンスを伺っていたであろう。そして興行が実朝を暗殺しようと言い出したとき、このチャンスを逃してはならないと考えた。用意周到な三浦義村は駒若丸に平家出身者の僧侶たちを集めさせて、興行に暗殺を決行させた。興行が実朝と共に北条義時を倒すことに成功すれば、もちろん興行を実行犯として最初から抹殺する予定であった。暗殺犯を将軍にするわけにはいかないからである。しかし、計画に感づいた北条義時は逃れた。義時が一枚上手だったのかもしれない。義時が実朝の太刀持ちの職務から離れたのは、実朝に注文にとどまるように言われたからとも、体調に異変が起こったからだとも言われている。どちらにしろ、北条義時は三浦義村に頭脳戦で勝ったのである。三浦義村が次に幕府の乗っ取りを計画するのは、北条義時が死んでからである。源実朝暗殺事件は、主犯者は興行一人であったが、実は三浦義村が計画した完全犯罪だったのではないだろうか。しかし義村は義時にはかなわないと悟り、計画を断念した。以後、三浦義村は何事もなかったかのように、北条義時に歩調を合わせて幕政に携わっていったのであろう。